さて、比類なき建築システムを備えたオープンワールドサバイバルが大型アップデでさらにハクスラトレハン要素を拡充とのことで、今回はエンシュラウデッドの紹介を行います。こちら広大な世界でそこらから資材を集め拠点作成しつつ敵を倒しながら先を目指すアクション RPG です。昨年似たジャンルのパルワールドとリリース時期が被り、そちらに話題を持っていかれてしまうかと思いきや、それでもゲーム性の良さから着実に評判を集めています。現在までにも多大なアップグレードが行われ、その度に進化を遂げています。何よりの特徴は拠点建築システムにあります。すべてのサバイバルゲームがエンシュラウデッド相当の建築システムを実装してほしいと思えるくらいの比類なき内容です。とにかく細かい単位で物を作れます。ボクセルベースサバイバルとも呼ばれ、小さい真四角の 3D 空間に何かを配置し組み立てられます。ボクセルというとマイクラが有名ですが、エンシュラウデッドはリアルな物質を小さな四角の立方体単位で作れます。それにより冒険中出会える全てのロケーションを建築機能で再現できてしまうくらいです。傾斜やカーブといった段差も作れてしまいます。そして土も掘れます。夢の地下施設も建築できます。そこらに違和感のない草木を植えることも可能です。拠点だけでも一生遊べてしまう作りになってしまっています。よって他のサバイバル系ゲームでも毎回感じております。このゲームもエンシュラウデッドほど細かい単位で拠点を作れたらもっと遊べるのになぁとです。サバイバルで行き着く先の一つは拠点作成であり、エンドゲームだからです。また土を掘れるという特性上、それを探索の仕組みに加えている場所もあります。廃墟やダンジョンで一見行き止まりに思える場所も、掘ってみると先に道があるなんてこともあります。無理やり家の壁を掘って穴を開けても良いです。もしくは土を掘り坂にしてショートカットを作ってしまうこともできます。ただ拠点範囲外の場所は何かをきっかけに地形はリセットされます。そうはしないような設定が現在できるかはわかりませんが、今のところこの点は注意が必要です。リセットされる理由として宝箱もリスポーンされる仕組みのためです。このゲームハクスラトレハン要素もあるため、狩りも楽しめるゲームになっています。敵を倒し経験値や素材のほか、レアリティやランダム性能のついた装備がドロップします。宝箱からも得られるものもあります。定期的にリセットされることで、また同じエリアで狩りができます。また戦闘面はダークソウルを軽くしたようなイメージです。ロックターゲット、パリー、どっちを完備しており、体感ゲージもあります。軽めということで結構多数の敵を同時に相手にできます。魔法の杖は2種類あり、ワンドはハリーポッター系の攻撃を行えます。杖は素材を消費して強力な魔法を放てます。それとダンジョンの中には敵はいないゼルダ式のパズル系もあります。ハクスラゲーを求めてる方にはちょっともどかしさがあるかもしれません。仲間を増やす時とか大抵何かをアンロックするためのダンジョンがそうなっています。もちろんしっかりとした敵を倒す難しめのダンジョンもあります。以前のアップデートで目玉として追加されているため、そちらで延々と狩るのも良いでしょう。以上からとにかくそこらから素材を回収し、敵を倒して強い装備を集め、拠点に溜め込み、あわよくば細部にこだわって建築するのゲームループが見事出来上がったサバイバル系ゲームとなっております。拠点作りにあまり興味がない方は、とにかくちんまりとした部屋を作るのがおすすめです。豆腐と呼ばれる真四角のミニマムな小スペースです。それでもこのゲームは良い見た目にできます。部屋の角に柱を設けるだけでも一気に良くなります。そしてちょっと乗ってきたら外に階段を設け2階建てにしたり、穴を掘って地下に部屋を設けたりと、次第と拠点作りが楽しくなること間違いなしです。そんなエンシュラウデッドですが、先日の2025年5月13日に再び大型アップデートが行われました。なんと景観がますます美しくなったほか、ハクスラトレハン要素がさらに拡充されました。ジェムシステムを追加し、武器に宝石をはめられるようになりました。ディアブロ系と一緒です。敵からドロップした武器にソケット穴がランダムで開きます。レアリティが高い武器ほど穴の数も増える可能性が高まります。そしてジェムは強い敵を倒すとランダムドロップします。宝石自体にもレアリティやランダム性能、アイテムレベルがあり、宝石のアップグレードも行えます。武器にはめることで敵を切ると燃える剣や矢を撃つと雷が放たれる弓みたいな装備を作れます。
今回ざっと遊んでみたところ、ボス系が落としたレジェンダリー武器にソケット穴が開きました。また宝石はドロップを確認できませんでした。まだ序盤のデータだったため、もっと先に進める必要があるのか、もしくは序盤でもそこらのボスを繰り返し倒せば落ちるのかもしれません。それと宝石をはめるための火事場は見つけることができました。シュラウドと呼ばれる毒の霧が立ち込める場所を探索すると各地で見つかります。難しい場所ほどより良い火事場になるとのことです。これらによりますます敵を倒し装備を集めキャラを強化する楽しみが増えてしまいました。拠点建築に加え一歩群を抜いた面白いゲーム性に突き進んでいます。その他アップグレード内容としては先ほどのビジュアル面の強化があります。テクスチャー以外にも光源が美しくなっています。合わせてキャラクターの見た目、カスタマイズ機能もより良くなりました。一度作ったキャラを変更したい場合は理髪店の仲間がどこかにいるのでそれを見つける必要があります。他にはコスメティック機能で装備品の色の変更が可能になり、好みの部位のみ表示非表示切り替えが可能になりました。またゲーム部分としては夜にもスポットが当てられています。敵がさらに徘徊するようになったり、夜のみ取れる素材や入れる場所が設けられました。その他シュラウドと呼ばれる毒の霧エリアも拡張されています。新たな装備や魔法入手が可能です。戦闘、探索、拠点作り、すべてに結びつくアップデート内容となっております。ちなみに現状は早期アクセスのため、マップは超広いのですが、行けない場所もあります。それでも全てを遊ぶには遊びきれないほどのボリュームにもなっています。拠点作成を行うと特にです。そして今回のアップデートがバージョン 0.8.1 であり、正式版の 1.0 に近づいています。この手のゲームは正式版で価格がすごい上がることが多いため、気になる方は今のうちの購入がおすすめです。今ちょうど価格が 20% 割引の2720円です。超お手頃価格の上、面白いということで、Steam では非常に好評、68000件ほどとなっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。エンシュラウデッド。さあ始まった。ホムラを感じる。久しぶりだな。それ以前から1年以上経ってるんでね。あ、1年が経ったって書いてあるな。いろんな要素が追加されてんじゃないかな。その間にね。これアップグレードすると拠点範囲が増えるんでしたね。誰がいるぞ？ NPC か。助けた。あ、この地下室。これ以前作ったものですね。まだ残っていた。これ掘ってましたね。途中まで。まあこれはいいや。で、現状の装備とか確認してみましょうか。レジェンダリは持ってますね。ただし、今までの武器には穴は開いてないようですね。ソケット穴。新たに入手する必要があるのかな？ちょっと不要品を放り込みたいですね。スタッシュに。スタッシュコーラにあったような気がするんだけど。ありますね。あんまり入らないな。これが武器ですね。このゲームパリありました？あったような気がするな。あ、ブロックパリって書いてあるね。スペル栄称、ファイアボール。これは数がある。残り3回。これで装着か。アイスボルト。構えてる間に変更できそうだね。マウスホイールだ。で、3で弓が撃てる。で、武器修理はなんかできませんでした。修理用のワークベンチみたいなのがあったような気がするけど。あれはこの内部でしたっけ？これじゃないか、この。クラフト&修理。これだな。あ、修理された。修理ってこれ、無料でしたっけ？で、マップを確認しよう。現状のマップはこんな感じ。結構広かったよね、このゲーム。うん。広いな。で、とりあえずジェムは強い敵を落とすということなんだよね。まずは初めのここら辺。とか探ってみましょうか。あとなんかグライダーみたいなの撮ってました。ああ、これか。ジャンプチンスペースですね。レジェンダリーは5段階まで強化できるのかな。ルーンにレジェンダリールーンがあればいいと。今回でまたね、景観がすごく良くなったという話ですが。今雨が降ってますけど、この濡れた感じとかも良くなってんのかな。なんだここは。ああ、侵食されている。敵だ。よし、こいつら倒していこう。雑魚敵ですね。ヒレバ、ヒルムシ。アイテムドロップ、包帯。どんどん回収しよう。ジェムが手に入るかもしれない。時間、こういう場所は、まあ毒みたいな場所だから、あまり長くはいられませんね。グライダーがあるからね、落下死することはないと思いますけど。
スタミナ減るんじゃないかな。あばばばい。キャンセル。よっ。あ、坂道も滑れましたね。確かグライダーで。6ターゲットはこれか。6ターゲットするとカメラが結構引きますね。モーションが見にくい。剣拾った。さっき拾った武器はこれか。特に穴は開いてなさそうだね。見る感じ。攻撃速度が速い。ボスいるかな。そいつがなんかね、落としそうな感じあるんだけどね。あ、いるね。勝負してみよう。アイスボルトだ。暗い。アイスボルト。効果的だ。はい。ああ。危ない。飛び道具。これなんか壊すんじゃありませんでした。違ったかな。消えた。あ、奴に飲まれたのか。今のうちに斧で伐採するんだ。うらうらうら。これ合ってるかどうかわかんないけど。何？消えた。合っていたのか。あれ？ボス消えちゃいましたね。あ、倒したのかな。いや、もっと体力あったような気がするんだけど。おお。レジェンダリールーンだ。あ、穴が開いてる。青銅の剣。ソケット穴。やった。性能はどうなんだ。とりあえずジェムを見つける必要があるのと。あと、火事場ですね。問題は。威力はまだあんま強くないな。現在の武器の方が強いね。で、火事場がありそうな場所だよな。マップから見れんのかな。火事場ね。お宝発見した。エピックだ。間に合わせの探検。パリー力が強いぞ。鍛えれば、ポイズン系。あと、不意打ち。草木の景観も。すげえ綺麗になってる感じするけどね。敵がいる？いるね。あ、イエティみたいなやつか。なかなか見た目いいね。こいつ切ってもひるみませんね。お構いなしに攻撃してくる。宝箱はありますが。これはワンドか。ワンドはあれだよね。普通の飛び道具して使いましたよね。いわゆるホグワーツ式ですね。こんな感じで。これは立派な橋ですね。こういうのも作れますね、このゲームでは。大抵背景にあるようなものは全部作れます。超細かくね。1ブロックずつ。ツル橋。何でも掘れます。このゲーム。地面だって掘れます。ああ、作れそうだね。拠点が作れます。とりあえずマップを確認して。ここにファーストトラベルが可能になりましたね。で、これ取り去るにはどうすればいいんだ？これかな？稼働停止。最大を撤去できますね。あと F で一人称切り替えだ。これで見やすく建設ができるようになります。これ便利な機能だね、すごく。回転を微調整。R プラスマウスホイール。こんな感じか。微調整ね。さらに、傾斜も可能だね。横方向に。すげえな。こんなことまでできるんだ。うわーマジか。なんか違うものが作れそうだよね。これ、いろんなものを組み合わせて。普通に配置よ。そんなにこだわる必要ないんだ。修理。さあ一瞬で修理が完了した。破壊した。破壊したらなんか道ができた。なんだこれ。なんか来たよ。メタみたいなのが。うわーなんだこれは。でもあんま強くない。切ってしまうこっちのもんだ。しかし浮いてるから、攻撃当たらない。なんかボロボロ落としてる。消えた？侵食される。なんだこれ。エッセンス。エッセンスを回収してる今。太鼓のエッセンスだ。道が閉ざされてる見えるな。何もないね。掘るしかない。ほらー。なんか掘りやすくなってるような気がする、以前より。で、道が繋がりましたね、ちゃんとね。素晴らしいな。スキル。これか。現在何取ってるんだ？不意打ち。パリーすることでスタンメーターを埋められる。その後、不意打ちができる。これ取っとこうかな。良さげなスキルじゃないか。パワーパリー。パリーは活用しよう。盾があまり強くないんじゃないか、これ。パリ来た。敵の体感ゲージは白いゲージかな。今がパワーパリー？お、不意打ち。不意打ち。来た。やったー。モーションいまいちだったが。数えぞ。
数えがまとめてやれる。不意打ちだ。不意打ち。不意打ち。あ、不意打ち強い。早く取っとくんだったな。これはお、武器ジェムの、見つけた。適当に進んでいたら、ここにありましたね。どこにでもあんのかな。各火事場には、ジェムのアップグレードと装着に独自の資源が必要である。ジェムのアップグレード可能レベルは火事場ごとに制限されている。より危険な場所ほど、性能の良い火事場になるんだね。太古のエッセンスが必要なんだ。さっき拾ってたけどね。しかし現在はジェムは見つけてないから、何もできない。結構こうやって近づいて、マップを拡大してね、光ってる場所があったから、そこに行ったら何気なく見つかりましたね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。